あなたと衝突を繰り返した。だけど、その先の和解を信じている。逆三角形のルイン、ソードの点だね。内地に終わってるんだよ。その下にあるのはワンドの2、支配かな。あなたの流れはこの支配を勇気、ワンドの7で勇気のカードだけど、打ち破るって出てるんだよね。で、このクイーンのソーズだけど、結構あいつに感化されながらも半ば焼けっぱちかもしれない。だけどお相手さんの支配を打ち破って、あなたは上昇していくよと、独立していくよと。このクイーンのソードは結構きつく描かれてるよね。なんか生首片手に持ってて、結構強く描かれてるけど。で、未来を表すカードはね、とてもいいんだよね。アートのこのカードだけど、新たなクリエーション、火と水かな、陰陽と言ってもいいよね。違う要素をミックスすることで、カップの3でとてもね、良い成果を生み出すよって。これはひょっとすればあいつの本音かもしれないよね。あなたはもうなんか本当に怒っちゃってる。とっても悲しい気持ちなんだけど、その悲しみを怒りに変えている。だけどあいつの本音っていうのは、まだやり直せる。この先に本当の理解があるはずだ。あなたをずっと束縛したんじゃないかな。だけど行き着くとこまで行ってしまった。このカードの流れで言えばだけどね、本当に改心して、あなたたちは結構いい感じでやり直せるのかもしれない。あなたに隠している
本音だからまだあなたに伝えていないかもしれないけど、今のどん詰まった状況のその先の和解をこの方信じてるよ。それは美しい魂と魂の高次元でのフュージョンに違いないと信じていらっしゃる。あなたからするとでもやっぱり独りよがりに見えちゃうかもしれないね。この方があなたの前では傍若無人に振る舞うことを万能感と錯覚していることをあなたはややしらけた気持ちでしか受け止められなくなっているかもしれない。ありのままの彼のはしゃぐ姿をあなた自身の幸せとして受け止められた時もあったはずなんだよね。自分の中の葛藤も、葛藤が悲しみをね生み出して、その悲しみを怒りに変えている。今やり直せるって思っているね。彼の気持ちの高まりは本物だけど、二人の魂の高まりがひょんな拍子にまた独りよがりのわがままさにすり替わってしまうんじゃないか。あなたはほとほと疲れてるのかもしれない。さらに言えば、そんな意識をまだあなたには隠してるのかもしれないね。怒りのカード、グラウディング。怒りって怒りを下ろすの怒りね。船の怒りが支配にかかってて、やっぱりまだあなたをコントロールしたいっていう意識があるかもしれないね。これが隠された本音かもしれない。もしあなたにやり直したい、もう一回俺たちうまくいくよって、俺は心を入れ替えたよっていう気持ちを伝えてるとしたら、その下にあるあなたを支配したい、コントロールしたいという意識が本当の隠された本音かもしれない。あなた自身も長らくこの方にコントロールされていたのかもしれないね。洗脳のような状態にあったのかもしれない。それはこの知識っていうカードがクイーンの想像にかかってるんだけど、もうしっかり情報は得たよと、もう見切っています、もう青写真が見えていますと、確かな、経験から来る知識かな、基づいてあなたは大きく羽ばたこうとしている。支配からの勇気、この立ち上がりで、そしてあなたが試みる、新たな展開、この方から外れて新しくあなたがね踏み出す一歩っていうもの、あなた単独の流れと考えれば、素直に喜べる流れじゃないかな。でさらにとても良いカード、グッドフォーチュンが来てます。あなたがこれから作り出すもの、それは良い流れを生み出しますよと。アートがなんかね陰陽だから、どうしてもなんかお相手さんとのフュージョンっていうね、お相手さんのそのメッセージで一旦は終わったけれど、ここを超えて
次の段階でもう一回魂と魂が触れ合うことができるよっていう、このメッセージもね強く伝わってはくるんだけど、あなた単独の新たな試みっていうことで言えばとてもいい流れじゃない。あるいはあなたは復縁したいと思っているかもしれないけどね、必ずしももうこのままねこの縁断捨離したいっていうわけじゃないだろうから、とにかく未来はとても良いカードが集中してる。ただこっちのね過去と今はとても辛いね、ハードだね。まずねこのソードの点、もう朽ち果てるとか大敗とかさ、もうネロ指令が発令されてね、もう自爆してしまったようなこの世界観の中から多くのことをね学んだよっていうカードが来てますね。ちょっと魔術的でもあるから、少しこうダークパワーが強いかもしれないよね。あなた自身も結構お相手さんに感化されてるじゃないかなって思うんだよね。お相手さんの、世界観っていうものをふんだんに吸収して、お相手さんに出会う前の動線を歩んでるわけではない。お相手さんと出会った後新たなあなたがさらに伸びていくっていう流れ。ただこの失敗からとても多くのことを学んだよって。でやっぱり未来のがとてもいいんだね。陰性のパワーも一旦工事の世界まで昇華させて、そこからもう一度そのエネジーを良いサイクルとして受け取ることができますよと。だからある意味復縁がすごく強いかもしれないよね。とっても辛かったかもしれないけど、周りの人たちにはあんたたち腐れ縁だよって言われてるかもしれないよね。もうそろそろ蹴りつけた方がいいんじゃないのと思われてるかもしれないけど、ひょっとすればこの大きなね、ターニングポイントで好転していく可能性があるかもしれない。良いカードが来てる。で真ん中だけどお相手さんはね待ってるね、あなたのことでね、あなたもね森の奥からね見てるんだよ、お相手さんのそうこれ見えるかな、ちょっと見づらいかもしれないけど、惹かれ合ってるんだよね。どうだろうね、森の陰で潜んでるところを見ると、あなたをおびき寄せる甘い罠は敷いてるかもしれないね。甘い甘いキャンディーをばらまいてあなたがね来るようにおびき寄せてるかもしれない。その甘い気持ちを伝えていないんであらば、あなたに隠しているあいつの気持ちっていうのはその甘さかもしれないし、もうあなたがキャンディーをもらってるんだったら、お相手さんはあなたをもう一度コントロールしたいと本音を隠してるかもしれない。ただね、あなたも惹かれてるよって、気が気でないよって、あなたが見てることをあいつも分かってる。役者だね。ね
うん。うん。この方は本気だね。悪い気持ちも隠し持ってるかもしれないけど、本気だね。だからあなたも気が気でないんじゃないかな。未来に関するパートはとても良いカードが出ています。戻るか否か、これはもうあなた次第かな。一番最初にね、繰り返し衝突してるっていうね、メッセージが来たから、まあさらにはね、ソードのクイーンのカードなんかから感ずるね、メッセージを取ると、もうないよっていうところかもしれないけど、最後のこの9番のカードねは、この未来のカードの良さと鑑みて、ちょっとなんか復縁の兆しはあるかなっていう、そんなカード。ただあなた次第だね。いい部分も悪い部分もあいつは本気だと思う。あなたに対するね、良き心も悪しき心も本気なんじゃないかな。お相手さんが完全に凍てついてしまってるのかな。あなたのことを理解できないわけではなく、理解することをやめてしまっているよと見える。あなた強いんだよね。ダールカナさんの女帝。このエースの想像っていうのはね、お相手さんの意識じゃないかな。この流れで言うと、あなたの中の真実を捉えるだけの気骨は本当は持ってるはずなんだよね。逆の三角形が結構ハードなんだけど、このエースのソードの上にザ・タワーが来てて、一回大リセットだよね、二人とも。でここでプリンセスのワンズが来てて、それでもあなたのパワーがすごく強くて、お相手さんの持ってる意識も含めてあなた自身のパワーへと変えていくよと。で未来の位置ではデスが来てるんだよね。あなたに関する思考を止めている状態なのかな。仕事や別の異性に意識が取られているうちは彼の中で間が持つ。しかし我に返ると、あるべき
居所に心がないんだよね。ホラー穴のような空間で背中を丸めているのが見える。そのホラー穴の闇は虚無と呼べるほど深くはないんだよ。思考が止まってしまっているからね。あるいは止めてしまっていると言っていいかもしれない。あなたに対する後悔、あるいは懺悔の気持ちで本当は胸がいっぱいなのに、お相手さんも意地を張って認められないのかもしれない。それ以上考えると認めざるを得ないから、だからね、虚無の闇のほとりあたりで油を売ってる状態かもしれないね。真実はあるんだよ。だけどバシッバシッ終わっちゃってる状態だけど、あなたはランランと輝いてる。あなた的にはラッキーだよね。お相手さんどこ行っちゃったんだろう。やっぱりあなたに本心が伝えられないよ、降りてきます。ある意味歴然と終わってしまっているんだから、もうそれでいいのかもしれない。だけれども、あなたに対して何か言いたいことがあるよとメッセージされてるんだよね。だけどそれを伝えようとしても、この方の思いがうまく伝わらないのかな。だから、グラウディングってきてるけど、ちょっと意固地な意識に終始してるかもしれないね。縁切りが来てるんだよな。ただ、ですとね、縁切りだからもうやっぱりズバッって来てるのかもしれない。ただトゥルース、真実にかかってるから、何か見落としてないかいって。あなたもやっぱなんか深く考えるとあるんじゃない。この方とね切れてせいせいしたわと、ね、私は全然状況もいいし、もう私先に向かっていくわって。だけどもなんか後ろ髪が引かれない。縁切りは縁切りなんだけどね、真ん中にはカルミックジャスティス因果応報と。どうだろうね。今回のこの件っていうのはね、過去世から引っ張ってきてあなたが圧倒的に勝利する形に見えるんだけど、これでカルマがね、その政府の法則がご破算になったのか、あるいはこの下のプリンセス・オブ・ワンズだけど、また強い熱気をね、立ち上がる強い熱気があなたのもとにね集約されていくよっていう、なんかそんなカルミック・ジャスティス、また新たな因果を生んでるんじゃないかっていう、そんなメッセージにも見える。
なんでいいじゃないのよって、いい形で別れられたんだから別れさせてよね、そうかもしれない。ね、やっぱ別れるまでのね、これ激しい理由があるから、まあ、あなたも大変苦労したと思うんだけども。そう、だけどそこをちょっと深く読んでいきましょう。ね。やっぱね、カードが言ってるんだよ、やっぱり。うん。結構タワーが晴天の霹靂だったんじゃないかな。とても仲睦まじい状態で、明日への英気を互いが互い寄り添いながら養っていた状態、蓄えていた状態だったよ。まあ難しい局面ではあったんだろうね。やっぱり互いに協力して英気を養う必要性があった状況だったわけだから。ただそれがね、バーンって突然終わったよって。そんな形に見えるね。ちょっと待って、真ん中がね、やっぱ強いんだよね、あなたのね、カードが。私は全てを持っている。太陽に口づけしている状態。あるいは再生。あなたの口からね、煙が吹き上がり、その先に蓮の花が咲いてると。どんなにね、辛い状況、厳しい状況でも、美しい花を咲かすことができると。このなんか下のプリンセスのワンズにもつながるよね。まさになんかカルミックジャスティスで一世だけのねストーリーじゃなくてね、とっても長いストーリーを吹き上げてきてるのかもしれない。だからあなたたちとてもさ、いい状態だったんだけど、突然ね、大きなダールカナのタワーだからね、人生のとっても大きな、ひょっとすれば自分たちではもうどうにもすることができない、一回はもうご破算になるしかないような大きなことが起こった。それはある意味宿命だったかもしれないよ。自分たちだけではどうしようもない。あなたはその因果なさ、ストーリーの流れのエキスっていうのをしっかり血となり肉となり骨となるレベルで吸収できてね、さらには表現できてるのかもしれない。だけどお相手さんの方がちょっと硬直してしまってるかもしれないよね。です。終わりは終わりだけど、深く掘り下げなさい。そうメッセージされてます。舞い上がるファンタジーは、ここでご破算になるけれども、深く掘り下げるとメッセージされてるよ。だから真実がどこにあるのかってとこじゃないかな。だから結構やっぱね、深いご縁なのかもしれないよ。ね、あんまり良くないけどさ、例えば前世で心中したとかね、自分たちの愛のために命がけで戦ったとか、なんかすごく深いあれかもしれないよね。節制。ちょっと待って、今日のお題はお相手さんのね、あいつのあなたに対する隠された本音だから、そういうことで呼べばお手柔らかにっていうのが結構なんかスプレッド自体強いんだけどね、あんまりなんかあいつのメッセージがな、あんまり来ないんだよな。
まあこのスプレッドから察すると、あなたたちの関係性っていうのは終わってしまう。これはお相手さんのハイヤーセルフからのメッセージ。この関係性は終わらせちゃいけないんだ。そう降りてくるかな。だけどお相手さん自身はあなたのパワーに負けてもう尻込みしちゃってる状態かもしれない。お手柔らかにぐらいのあなたに伝えたいことはあるんだけど、伝えてもあなたのエネルギーとして還元されてっちゃう。だからまあ認めたくないだろうけど、あなたが例えばエネジーヴァンパイアのような、あらゆる人にとってそういうわけじゃないだろうけど、まあかくかくしかじかいろんなね経験を経て、この方との関係性においてお相手さんにとってあなたがヴァンパイアのようになってるかもしれない。それぐらいあなたがねとっても強い。周りハードなんだよ、すごく。こっちもそうだよね。一世だけじゃない、前章からの流れも引いてるわけだから。だけどあなたはそれも力に変えるよって出てるからね。だから本当に縁切っていいのかいってよく考えろっていうこのメッセージは、お相手さんの守護霊様、ハイヤーセルフからのメッセージかな。お相手さん自身にはあなたにそれを告げる気力がもうなくなってるかもしれない。あなたに突っかかってきてた人、あなたにとって障壁となってたような人、何あいつって何考えてるか分かんない、なんでああいう態度なのみたいな、そういう感じの人かもしれない。あなたに対してやや一方的ではあるけれど深い敬意と愛情を抱いている。この方はね、こう感じてるんだよ。同じものを求めている。なぜなら同じことを経験したから。また同じように感じただろうから。あなたに伝わってないのかなない人かもしれないけど、これから動いてくるよと。結構早急に、急ぎ足、勇み足、で動いてくる。これ魔術師ダールカナ1で、これナイトのソーズね。これはまあソードの6がサイエンスってなってるけど、この方自身のハートっていうのは、多くの制約あるいは法則、プレスの中でただ冷静に動いてるよと。その原動力は美徳、ソードの3だね。ソードの3になってて、ちゃんとした美意識を持ってる。でさらに上にはユニバース来てるからね。ダールカナ21の世界が。これぐらいの確信を持って
面白いよね。これぐらいのフットワークであなたの元にやってくるよって。だからあなたからするとなんかって感じの人かもしれないね。このカードなんかはあなたに対して立ちはだかる、ちゃちゃを入れるような存在かもしれない。むちゃくちゃいいんだよね。セーフトラベル、ハピネス、マジカルパワー。このマジカルパワーは魔術師にかかってるからね、本当にね、マジックが起きちゃうかもしれない。あなたからするとなんかちんぷんかんぷんのような、話をする人かもしれないね。あなたが全く、考えたことがないような世界観を持ってる人かもしれない。そんなに生き急いで来られても困るわっていうような感じでアプローチしてくる。ただこの方からすると満を持してあなたにアプローチかけてくるよ。あなたからすると少し鬱陶しい存在だけど、この方にとってはそういう形でもあなたと接触できることはとっても幸せだよって。だからちょっとうざったく思われてることに気づいてないかもしれないね。それは困るよね。だけどそれは気づいてほしい。そこはちゃんと配慮してほしいかもしれない。このだけでセーフトラブルもいいんだよな。この原動力としてのこの方の美意識、そこから派生してくるストーリーっていうのは、とても良い旅になるよと後押しされてる。だからあなたに隠してる本音だからね、ずっと隠してたのかもしれないよ。だからまだ言う時じゃない、まだ言う時じゃない、今だって言ってこの方の勝手なタイミングで来るっていうね。あなたのこと全く配慮してないかもしれない。どうでしょうか。このね、ユニバースダールカナ21にかかってるのが、レッスンでね、自分を高めること、厳しいレッスンに忍耐力で耐える。そういうカードでね、お相手さんのことかな、すごくなんか自分の中で、もう自分が納得できるまで、あなたに対して胸が張れるまで、理想の異性であるあなたに対して胸が張れるまですごく厳しいレッスンに耐えてきた。でこの真ん中のカード、これは、別の人に夢中ちょっと待って、あなたが今別の人に夢中かもしれない。あるいはこの方がその別の人だったら、とてもいいんじゃない。この下のカードはね、本当に良いその力添えになってくれると思うよ。良いカードばっかり来てるから。ただおそらくあなたは別の方と今蜜月にあるんじゃないかな。だからこそこの方は慎重になってるんだよ。
今か今かと。これはまあ工事のメッセージを受け入れなさいだね。自身の宿命、あるいは、運勢だよね。ゾディアック。月の暦やね、星の動き、そういうものを感じなさいよと。月を動かされてるんだろうね。あなたからするとちょっと厄介な人かもしれないな。だからあなたたちの、ここでいうお相手さんとは別のね、お相手さんとあなたがとても良い関係になっていて、このお相手さんはやっぱりそわそわするわけだよね。それであなたに一丁紙してくるような形かもしれない。それでもこの方はハッピーなのかもしれないよ。あなたとのフィーリングを壊したくないから。この方は敏感に空気を読んですぐ身を引いてしまう。あなたの表情や何気ない発言の裏をよく読んでいる人。エンパスであることを恥じてる人かな。エンパスであることを長年恥じて生きてきた人。そして今やっと受け入れようとしている人。でもまだ弱い。だから共犯者が必要。共犯者っていうのはもちろん愛の共犯者ね。あなたをね、すごく尊敬してんだよね。敬意の念。そしてもちろん愛情を抱いてる。だけれどもいかんせんあなたがちょっと別の人とホットな状態になっちゃってるから、だからもうこんなにね焦っちゃって、これはもうこのいわゆるシャバニンドのさ、恋愛の話で言えばもう一番焦っちゃいけないところで焦っちゃってるかもしれないね。そこであたふたしたら負けだ、今だと思って来てるけど、ちょっと多分今じゃないかもしれない。このシャバのね、この世俗のさ恋愛事情のみで言うと、ちょっとあなたに迷惑がかかってるかもしれない。ただその星の機運っていうかさ、その工事のメッセージからすると、この人のその持ってる機運っていうのはさ、とても良い後押しを持ってるよ。だからひょっとすればこの人がこのカードだったらね、この人とあなたがこのカードだったらとてもいいんじゃないかな。あなたに気づいてほしいっていうことで、あなたにちょっときついことを言ってあなたをレッスンしてるかもしれない。あなたからしたらもううんざりかもしれないけど、なんかそういう流れも見えるな。何度も言うけど下のカードは本当にいいからね。セーフトラベルハピネス、マジカルパワーと。いやーこれだけどすごくない？世界がまた来たね。21番。どうだろうかな。あなたにとってちょっとなんか理解できない人かもしれない。ちょっとうざったい人かもしれないけど、この方の本音っていうのはね、あなたに対してとても誠実な、そしてこの方だけが持ってる力じゃなくてね、この方がまとってる機運もあなたに対してとても良い結果を及ぼすよと降りてくるよ。だからなんかここで世界が出てくると、本当になんかこの方との関係が、こういう形にすら見えてくるね。とてもその生き急ぐ形であなたの前に颯爽と現れるけど、
軽率な気持ちで来てるわけじゃなくて、この方なりにちゃんとタイミング見計らってね、意を決して今だって言ってきてる。そしてあなたの心を奪うよ。これはなんか素敵に読みたいよね。最後もね、21番出てきてくれたから、とっても良いスプレッドじゃないでしょうか。